神奈川県小田原市の根府川駅をちょっと歩いたところです。前回根府川でちょっと道に迷ってだいぶ時間をロスしました。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。ところどころで湧水が出ていますね。道幅がだいぶ狭い。危険。日が傾いてきました。急がないとなりません。石橋山の戦いの古戦場を目指して歩いています。ちょっとあまりにも危ないので退避。大型車多すぎる。関東大震災の慰霊碑かな。ここにもあるのね。この道、歩行者が歩いてもいいのだろうか。タイミング見計らって一気に早足で抜けましょう。真鶴半島が見えますね。今度行きましょうか。歩道が出てきて歩きやすくなりました。海岸沿いに急な斜面の山が続きますね。小田原の町が見えます。
いい崖があったのでカメラを回しました。地層まで見えていますね。集落に来ました。津波が怖そうな地域ですね。絵になる岩場だな。突端で釣りをしていますね。もう少し近くで撮りたいところ。日がもう沈むので急ぎます。この辺り街灯も少なそう。古戦場はこの辺りのようですが、源頼朝が挙兵序盤にこの地で戦って負け、千葉まで敗走しました。頼朝側300騎、敵方の大場景親3000騎とウィキにはありますが、数字を持っていそうですね。到着しました。この辺りが石橋山の戦いの古戦場です。その戦いで亡くなった真田与一を祀っている神社もありますね。こんな狭い地域に何千人も滞在できる？無理でしょう。せいぜい数百人対数百人がやっとな感じ。頼朝側の歴史書で大軍に負けたから仕方ないように数字を持っていると思う。こういう道も車の通行用や線路用に近代に拡幅しているでしょうし、
海岸沿いの山の地形。線路や道で切り開いているところの角度を見ると、そのまま斜面だったんじゃないかな。普通の畑だよね。なんかあったぞ。もう日が沈んでいるから無理か。あと10分ほどで暗くなる。真田与一の討ち死にした場所と伝わっているらしいが、眉唾。こういった伝承の大半は作り話です。もっと別の場所だったりね。AR ポイントか。一応観光対応はしているのね。当時は当然こういった切り開いた道路もなく、山の斜面で戦っていたのでしょうね。奥の神社に行くのはもう時間切れ。供養の祠かな。さて、小田原を目指します。
バス停があったのでバスを待ちます。ここで相模湾に日が沈むのを見ていましょう。都内や神奈川東部だと夕日は大山付近に沈みます。この辺りだと箱根の山に沈むことでしょう。しばらく眺めます。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。次は小田原。